こんにちは、なおです。ちょっとこれ見てくださいよ。こんなのがヨドバシに売ってたんですよ。私はメモ帳と付箋を購入したんですが、この4つでお値段なんと2000円。いや、結構しますね。はい、冒頭からいきなり予定外の出費をしたところで、今月の買ってみた後編やっていきたいと思います。はい、まずは消耗品といきたいところなんですが、こちら HG のゴッグですね。再販されたので購入しました。このゴッグかなり初期の頃に発売されたものなので、可愛らしい感じに仕上がってますね。この辺りもそろそろリバイブする可能性ありますね。他の HG 水泳部たちは結構出来がいいですからね、リバイブするのが楽しみですね。なんなら RG で出してもらいたいくらいですよね。はい、それでは消耗品いってみたいと思います。今回は量が多いので一気に出しますよ。せーの、ドーン。さらにドーン。いやー、それにしても買い込みました。早速一つずつ見ていきましょうか。まずはこちら100円ショップで購入したスポンジですね。ウェザリング手法の一つであるチッピングをするために購入しました。ある模型師でプロのモデラーの方が紹介されていたのでこれにしたんですが、素材はエバ樹脂と書いてありました。エバ樹脂製のスポンジがチッピングには向いているみたいです。はい、これはタミヤの使い捨てパレット。使い捨てなんですが、掃除すれば再利用はできそうな感じはしますね。はい、どんどんいきますよ。工作用の針金、これは100均で購入しました。ジオラマで木を作る時に使用する造花用の紙テープ、これも100円で購入できました。次に造形用の粘土、これは100円ではないですね。さらにドロドロ系を整えるためのヘラに粘着シール付きのコルクシート、このシートは100円でした。あとヨドバシで購入した 3mm 厚のスチレンボード、これも工作の定番ですね。私は撮影の時にレフ板としても使用しています。これらのマテリアルなんですが、今月の買ってみた前編で紹介したダイオラマ製作の本で紹介されていたものですね。他にも揃えていく予定です。はい、次は塗装関連を見ていきましょう。まずはこちらクレオスのウェザリングパステルです。一般的にピグメントと呼ばれている粉状のパステルですね。はい、これもピグメントなんですが、ミグさんのブランドですね。4種類の粉と定着液がセットになっています。はい、さらにおなじみのコンテですね。この A セットにはウェザリングにちょうどいい茶色などが含まれています。奇跡ですね。はい、次はこちらタミヤの墨入れ塗料の新色ですね。これはサビの表現なんかに使えるみたいです。はい、次は金属素材ですね。ワイヤーは10式用に購入したのと、アンテナの方は3号戦車に使う予定です。あとは何にしましょうか。これは定番の万年皿ですね。いろいろと使えるのであって損はないと思います。さらにこのフィニッシュマスター細いバージョンがあるんですね。私は知らなかったんですが、今回初めて購入してみました。ウォッシングの拭き取りなんかにも使えそうですよね。次はこれです。ウェザリングペーストなんですが、吉岡さんのブランドですね。これは泥の塊の表現なんかに使用するみたいなんですが、使用する前はこんな風にドロドロした感じになっています。乾燥すると本物の泥みたいになるようなので、これは使うのが楽しみですね。ただこれを完成した模型に塗りたくるのはちょっと勇気がいりますね。まず何かで練習した方が良さそうです。これは混ぜることもできるみたいなので、とりあえず全種類購入しておきました。はい、次は塗料ですね。これはカラーモジュレーション用の塗料セットです。戦車の写真なんかを見ると同じ色なんですが、太陽の当たり具合によって色が違って見えますよね。それを塗装で表現するのがカラーモジュレーションというらしいんですが、基本色を基準に明るい色、少し濃い色、あと影の色なんかがセットになっています。このセットがあれば調色しなくていいのですごく便利ですよね。これもドイツ用やロシア用なんかがあるので購入してみました。はい、さらにこれは細切りのマスキングテープですね。タミヤの新製品です。あらかじめ細く切ってあるっていうのはいいですよね。いろんなところに使えると思います。あと私は普段筆塗りはあまりしないんですが、これからは増えそうなので筆を洗うツールですね。こんなのも買ってみました。はい、今回筆も購入しました。ちょっと高めのものから100円のものまで、筆に関しては安くても十分使えるものやその逆もありますからね。
いろいろ使っていきたいと思います。これなんかは見た目100円のものとあまり変わらないような気もしますね。あとウェザリングマスター用のブラシが別売りで売っていたので購入しました。実を言うと十数年前にこれを購入したんですが、久しぶりに使おうと思ったらスポンジの部分が硬くなってボロボロになっていました。これでまた使えるようになりますね。ウェザリングマスターは D しか持っていなかったんですが、あれからいろんな色が出ているみたいで、これもとりあえず全種類揃えてみました。ウェザリングマスターは先日購入した解説書にも初心者向けツールとして紹介されていました。私もウェザリング初心者なので、まずはここから始めてみたいと思います。あとはこんなものもありました。タミヤから出ている泥を表現するものですね。多分さっきのウェザリングペーストと同じような感じなんじゃないかと思いますが、これも初心者用みたいです。いや、まだまだありますよ。これはアクリル塗料用の溶剤と筆を洗浄する専用のクリーナーです。アクリル溶剤はピグメントの定着用に購入しました。筆用のクリーナーはツールクリーナーと違って筆が傷みにくい成分になっているようです。あとは鉛筆に朝食棒、さらに陶器製の梅皿。はい、消耗品関連はこんな感じになりました。あともう一つありました。これはミグさんの塗料ですね。オイルブラッシャーというシリーズなんですが、これおそらく油彩絵の具ですよね。クレオスのウェザリングカラーと同じような商品だと思いますが、ただこれは見た目ほぼ女性用の化粧品ですね。これは雑誌に紹介されていた色をとりあえず買ってみました。はい、何か始めるときは少し出費がかさみますね。定価ベースですが消耗品の合計金額はこちら。はい、もうね、なんかやけくそになってきてますが、これらを使ってウェザリングの勉強をしていきたいと思います。はい、続いてツールレビューいきたいと思いますが、ちょっとごちゃごちゃしているので撤収しますね。せーの。はい、おー、綺麗になりましたね。はい、最初に登場するツールはこちら。すぐみをしたキットを分解するツールですね。はい、まずは中身を出していきます。はい、出てきました。あれ、確か保護キャップが付属してるって書いてあったんですが、入ってないですね。まあいいか。まずは商品を見ていきましょうか。なかなか特徴的な形をしていますね。上の部分をパーツとパーツの隙間に入れて外すんでしょうね。この下の部分の尖ったところはテコのように使うこともできるようです。それにしてもこの形、鳥っぽいですね。ちょっと待ってください。この上の部分全体が薄くなってるのかと思ったんですが、角の部分だけですね。なるほど。基本的にはね、仮組みしたプラモをバラす道具だと思うので、早速バラしてみましょう。こんな感じに隙間にググッと押し込むみたいです。こっちもおっと外れましたね。今まではこの時計の蓋を開けるやつを使ってたんですが、先が丸くなっているので場所によっては使いづらかったんですよね。これは角があるのでなかなか使いやすいですね。なるほど。このパーツも試してみましょうか。隙間にググッと差し込んで、はい、外れました。こっちの細い方はこんな感じに突っ込んでこじ開けるのに便利そうですね。ピンセットとかでこれをやると曲がっちゃうことがあるんでね、こういうのは便利ですね。はい、シールドも破壊せずに無事バラすことができました。この商品なんですが、すでに同じようなものを持っているならわざわざ買い替える必要はないかもしれないんですが、新しく買おうかなというふうに考えている方にはちょうどいいかもしれませんね。はい、どんどんいきますよ。続いてはこちら。出ました、片刃ニッパーですね。これ買ってはいないんですが、メーカーさんにいただいたのでちょっと見てみましょうか。商品名はぬるっと切れる片刃ニッパー。これ SNS なんかで話題になっているみたいなので、結構気になっている方も多いんじゃないでしょうか。グリップが紫色なのが特徴的ですよね。見てください、この刃の薄さ。手に入らないあのニッパーと比べても引けを取らない薄さなんじゃないでしょうか。これはすごいですね。皆さんが片刃ニッパーに求めるのはやはり切れ味と切断面の綺麗さですよね。試しにランナーを切ってみましょうか。よっこいしょと。はい、どうでしょうか。切断面かなり綺麗ですね。あまり力を入れなくてもスーッと刃が入っていく感じですね。なるほど。はい、この商品のレビュー動画もアップする予定なんですが、そっちでは他社製品との比較もありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
はい、どんどん行きましょう。次のツールはこちら。はい、これ何だと思いますか？これはダイオラマで使う木の葉を作るパンチャーですね。隙間に対象物を入れてボタンを押すと作れるみたいです。実際にやってみましょう。実はこれ本物の木の葉もパンチできます。ちょっと公園で落ちてたやつを拾ってきました。これでやってみましょう。隙間に木の葉を挟んでボタンを押します。せーの、スイッチオン。さあ、できたんでしょうか？おー、かなり小さいんですが見てください。ちゃんとできました。すごいですね。別の葉っぱもやってみましょう。ポチッとな。おー、これもいいですね。なるほどね。これは結構楽しいですね。ただね、ちょうど落葉の時期であればいいんですが、そうでない場合はちょっと困りますね。そこで用意したのがこちら。100円ショップのセリアで購入したんですが、こんないいものがあるんですね。葉っぱっぽい色が揃っていて、質感も少しザラザラしていて和紙みたいな感じですね。これでやってみましょう。これもなかなかいい感じじゃないでしょうか。ただね、当たり前なんですが、本物の葉っぱの方がやっぱり本物感はありますよね。そうは言っても本物の葉っぱはね、管理なんかも大変なので、お手軽に作るのであればこれでも全然ありなんじゃないでしょうか。実を言うとこれだけじゃないんですよ。はい、ドーン。中華製のパチモンっぽいものも買ってみました。あまり詳しくないんですが、ボーダーモデルという会社の製品みたいです。裏を見ると、あら、長谷川のシールが貼ってありますね。そうきましたか。だったらおそらく大丈夫でしょうね。はい、抜いてみましょう。ちょっと引っかかる感じはありましたが、綺麗に抜けました。比べてみるとボーダーの方が少し刃がでっかいですね。これだと35分の1にはちょっと大きすぎるかもしれませんが、小さいのと混ぜれば意外といけるかもしれませんね。押した感じはグリーンの方が引っかかりもなくてスムーズですね。さすが高いだけのことはあるって感じですかね。他にも形やサイズが違うものがいくつかあるみたいなので、気になる方は調べてみてください。はい、すでにここまででお腹いっぱいかもしれないんですが、次は毎年恒例のあれ行ってみたいと思います。いやー、今年もこのコーナーがやってきました。このコーナーでは2020年に公開した買ってみたの動画の中から良かったものをピックアップしてランキング形式で紹介します。はい、それでは早速行ってみましょう。買ってよかったものランキング2020。まずは第5位から。はい、第5位は塗装用の持ち手ですね。最近購入したものなので記憶に新しいと思うんですが、これは通常の持ち手と違ってパーツを保持する方法が逆になっています。通常の持ち手はクリップなんでね、ダボなんかを挟むわけなんですが、最近は多いんですよね、つかみどころのないパーツ。そんなパーツもこれだと持てることもあります。例えばこのパーツなんですが、普通のでつかめないこともないんですが、ちょっと強めのクリップなんかだとダボが割れちゃったりすることもあります。ただこれはそれほどバネが強すぎることもないし、弱すぎることもないので、この内側に入れて挟み込む感じに持つこともできます。あとこの関節パーツなんですが、通常のクリップタイプで持てないこともないんですが、クリップが邪魔になって塗料が乗せづらかったりすることもあります。ただこの逆バージョンだと穴の部分に差し込んで保持することができます。穴の内側できるだけ塗装したくないので、一石二鳥ではないでしょうか。このクリップがあることは前から知ってはいたんですが、こんなに使いやすいとは思いませんでした。もう少し早く買えばよかったです。はい、それでは次へ行きましょうか。第4位はこちら。はい、ゴッドハンドのドリルブレード。これは先端がナイフのような形をしてるんですが、回して使うドリルです。普通のドリルとの違いは、穴を開ける場所が
曲面になっていてもまっすぐに穴を開けることができます。これは本当にすごいですよ。曲面に穴を開ける機会は少ないんですが、これを持っているといざという時に助かります。5本セットで販売されているんですが、私はもう少しサイズの大きいものも欲しいですね。それで販売されていないか探してみたんですが、なんとありました。ただ残念ながら今は販売されてないみたいなんですよね。これは再販されるのを待つしかないですね。はい、続いて第3位に行く前に番外その1を言ってみたいと思います。はい、タミヤから最近発売されたエアブラシスタンドですね。エアブラシ用のスタンドはいろいろ買ってきたんですが、どれも使い勝手がいまいちだったんですよね。安定しておくことはできるんですが、使いたい時にスッと取れなかったりするんですよね。それでいろいろ買って最後にたどり着いたのがこれですね。普通のハンドピースはもちろんなんですが、トリガータイプもしっかりと保持できます。さらに使いたい時はスッと取れますからね。まさに理想のスタンドです。これは素晴らしいと思います。ただ他の道具と違って基本据え付けておくものなので、今回はランク外にしました。エアブラシ用のスタンドを探している方にはこれをおすすめしたいですね。はい、次へ行きましょうか。続いて第3位です。はい、ガイアノーツのニュートラルグレーですね。この5色が定番色になってからかなり経つと思うんですが、最近全種類を使うようになった感じですかね。5番は4番から少し離れているので、クレオスのファントムグレーを4と5の間に入れることもあります。最近は RG やバージョン系のガンダム系のように白でもパネルラインごとに濃さが違ったりするので、こうやって段階的に調色された塗料があるのは本当に助かりますね。戦車用にこういったセットが発売されていますが、ニュートラルグレーでこれと同じことができますね。ブラック&ホワイトテクニックにも使えると思います。昔定番になる前にセット販売されていたものを持っていましたが、こうしていつでも買えるようになったのは嬉しいですね。ただ全色揃っていると使いやすいんですが、例えば3番だけ売り切れてて手に入らなかったりすることもあるので、そういった時は困ることもありますね。私としては大瓶の EX シリーズで発売される日を夢見ながら待ちたいと思います。はい、それでは次へ行きましょうか。第2位はこちら。クレオスのマスキングテープですね。これが発売される前まではタミヤのを数十年使っていたんですが、これを使い始めてからマスキングの失敗が少なくなりました。しっかりとテープを貼ってマスクしたつもりなんですが、隙間から塗料が入ったりしますよね。それが少なくなりましたね。HG を塗装する場合はどうしてもマスキングする箇所が出てくるので、マスターグレードを好んで製作してきたんですが、このテープのおかげでマスキングはあまり苦にならなくなりました。もし次にテープを買う機会があれば試しに買ってみてもいいんじゃないでしょうか。はい、次は第1位ですね。その前に番外その2を紹介させてください。こちらです。はい、テープカッターですね。これも最近購入したものなので記憶に新しいと思いますが、本当に使いやすいですね。レバーを引くとテープが出てきて、ボタンを押すとテープをカット。片手だけで操作できるのがすごくいいと思います。私としてはさっきのテープをこれで使えれば最強だと思うんですが、使えないのが残念です。なので今回は番外にしたんですが、テープの幅が 15mm であれば他のメーカーのものも使えるんじゃないかと思います。はい、お待たせいたしました。買ってよかったランキング第1位の発表です。はい、ゴッドハンドのスポンジヤスリの 10mm 圧のタイプです。5mm 圧などのこれよりも薄いタイプのスポンジヤスリは以前から使用していたので、単純にそれの厚みのあるバージョンだと思っていたんですが、スポンジが従来のものよりも少し硬いタイプに変更されています。なので当て木に紙ヤスリを貼り付けたものと従来のスポンジヤスリの間を埋める感じでしょうかね。平面であれば当て木プラス紙ヤスリと同じ感じで使用することができるのと、緩やかな曲面でも面を崩さずに表面処理することができます。これは初めて使った時ちょっと感動しましたね。これだけあれば表面処理ができるんじゃないかと思うくらいです。ただ紙ヤスリのように張り替えて使用することができないので、
こればかり使っているとすぐに消耗して新しいものと交換する必要があります。値段がね安くはないのでちょっとそれが悩ましいですね。半額くらいならね大量買いするんですが、これも使ったことがない方は一度試してみる価値はあるんじゃないかと思います。はい、買ってよかったランキング2020いかがでしたでしょうか。この動画楽しんでいただけた場合は高評価をお願いいたします。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。